こんにちは。今回は世界で一番幸せな国フィジーの世界で一番非常識な幸福論という本を紹介します。この本はフィジーという国がどのようにして世界で最も幸せな国の一つとされているのか、そしてその背景にある非常識な幸福論について深く掘り下げています。フィジーの人々の幸福の秘訣は一般的な成功や物質的な豊かさとは違う視点から生まれているのです。本書は私たちが当たり前だと思っている幸せや成功の定義に疑問を投げかけ、新たな価値観を提示しています。まず、この本の中心的なテーマは、私たちが持つ幸せの概念を覆すことです。現代社会では、成功や幸せは多くの場合、物質的な豊かさやキャリアの成功と結びつけられることが多いですが、フィジーの人々の価値観は全く異なります。著者は、フィジーでの暮らしを通じて、人々が物質的な富に頼らずとも、深い満足感を持って生きている様子を描写しています。その背景にあるのが、非常識な幸福論です。フィジーの人々が幸福を感じる理由の一つに、彼らの時間の捉え方があります。私たちの生活では、時間は有限であり、無駄にしてはいけないものとして扱われることが多いです。効率を求め、スケジュールに縛られ、次々とやるべきことをこなすことが求められる。現代社会において、時間は貴重な資源であると考えられています。しかし、フィジーでは時間の流れはもっとゆっくりで、自然のリズムに従って生活することが重視されています。この時間に対するリラックスした態度は、フィジーの人々の幸福感の源泉の一つです。彼らは時間に追われることなく、自分たちのペースで日常を過ごしています。こうした生活スタイルが、彼らに心の余裕を与え、人間関係を大切にしながらも、ストレスの少ない生活を可能にしているのです。著者は、私たちが持つ時間の価値観を見直し、もっとゆっくりとしたペースで生きることの重要性を強調しています。さらに、フィジーの人々が大切にしているのは、コミュニティです。フィジーでは、個人主義よりも、コミュニティ全体の幸福が重要視されています。家族や友人、近所の人々との絆が強く、みんなで助け合い、支え合う文化が根付いているのです。物質的な豊かさや個人の成功があまり重視されない代わりに、人と人とのつながりが何よりも重要な要素として扱われています。著者は、このフィジーのコミュニティ意識が、現代の個人主義的な価値観とは対照的だと指摘しています。私たちは多くの場合、個々の成功やキャリアの達成に重点を置きがちですが、フィジーでは個人の成功はあまり意味を持ちません。むしろ他者と協力し、支え合うことで、共同体全体の幸福を実現することが大切だとされているのです。この考え方は、競争社会に生きる私たちにとって大きなインパクトを与えるでしょう。また、フィジーの人々は物質的な豊かさにとらわれないという独自の価値観を持っています。フィジーの人々は、たとえ経済的に豊かでなくても、十分に幸せであると感じています。物質的なものに依存しない幸福感は、彼らの生活の根本にあります。著者は、この物質主義から解放された価値観が、フィジーの人々の持つ心の余裕と豊かな感情を生み出していると考えています。現代社会では、多くの人が成功や豊かさを手に入れるために働き続け、物質的なものを追い求めています。しかし、フィジーの人々はその逆で、物質的なものが少なくても、人間関係や自然とのつながりを大切にすることで、深い幸福を感じているのです。私たちが普段考える成功とは、一体何なのか、この本はその問いを私たちに投げかけています。また、フィジーの人々が幸せを感じるもう一つの要因は、彼らの自然との共生です。フィジーは美しい自然に囲まれた国であり、その自然との調和が彼らの生活の一部となっています。彼らは自然の恵みを受け取りながらも自然を破壊せず、その中で生きる方法を見つけています。自然との共生を大切にし、自然のリズムに合わせて生きることで、彼らの心は安定し、調和の取れた生活ができているのです。この自然との共生は、私たちが都会での生活や物質的な快適さに依存する一方で、失いかけているものです。自然からの恩恵を受けつつ、その恩恵に感謝しながら生きることの大切さを、この本を通じて改めて感じさせられます。著者は自然と調和して生きることで、私たちもフィジーの人々と同じように心の安らぎを得ることができると主張しています。これらの要素が組み合わさって、フィジーの人々は物質的な豊かさや競争から解放された非常識な幸福を享受しているのです。この幸福論は私たちが普段考える豊かさや成功とは大きく異なりますが、心の豊かさや安らぎという点では、フィジーの人々が私たちに大きなヒントを与えてくれます。私たちも彼らの生き方を参考にして、もっとシンプルで心豊かな生活を送るためのヒントを見つけられるでしょう。
では、引き続き世界で一番幸せな国フィジーの世界で、一番非常識な幸福論の内容を掘り下げていきます。前半では、フィジーの人々が物質的な豊かさにとらわれず、コミュニティや自然との共生を重視することで、幸せを感じているという話をしましたが、後半ではさらに、彼らの人生観について見ていきたいと思います。フィジーの人々が持つ人生観の特徴として挙げられるのは、日常の中にある小さな喜びを大切にするということです。多くの人が幸せを得るために大きな目標や成功を追い求めがちですが、フィジーでは毎日の生活の中にある小さな喜びに目を向けることが人生を豊かにする秘訣とされています。例えば、友人との何気ない会話や家族との団らん、自然の中で過ごす時間など、何気ない日常こそがフィジーの人々にとっての幸せの源泉です。著者は、この小さな喜びを大切にすることが、現代社会に生きる私たちにとっても重要であると指摘しています。私たちは、忙しい日々の中で大きな成果や成功を求めすぎて、小さな幸せを見逃してしまうことがよくあります。しかし、フィジーの人々のように、日常の中で感じる小さな喜びを意識することで、心が満たされ、日々の生活がもっと充実したものになると、著者は述べています。さらに、フィジーの人々は、競争ではなく協力を重視するという価値観を持っています。競争社会に生きる私たちとは対照的に、フィジーでは競い合うことよりも、互いに助け合うことが重視されています。人々は他人の成功を妬むのではなく、むしろ祝福し、共に喜び合う文化が根付いています。このような協力的な文化は、社会全体の幸福感を高める要因となっているのです。著者は、競争社会のプレッシャーに苦しむ私たちに、この協力の精神を取り入れることで、ストレスが軽減され、より豊かな人間関係を築くことができると提案しています。他人と競うのではなく、共に成長し合い、支え合うことが、幸せな人生を送るための大切な要素であるというメッセージが強く伝わってきます。また、フィジーの人々は、未来よりも今を楽しむという姿勢を持っています。多くの人が、将来の不安や目標にとらわれすぎて、現在の楽しさや幸せを見失ってしまいがちです。しかし、フィジーでは未来のために無理をして頑張るのではなく、今という瞬間を大切にし、その時々を楽しむことが大切にされています。著者は、この今を生きるという姿勢が、フィジーの人々の心の安定と幸福感の源泉になっていると述べています。フィジーでは、将来の不確実性に対して不安を抱えるよりも、現在の瞬間に集中し、そこに喜びを見出すことが重視されています。この考え方は、現代社会で未来への不安にとらわれがちな私たちにとって、非常に参考になるものです。フィジーの人々が幸せを感じるもう一つの理由は、物質的なものよりも心の豊かさを追求するという考え方にあります。多くの人が物質的な成功や豊かさが幸せの鍵だと信じていますが、フィジーでは心の豊かさこそが真の幸福をもたらすとされています。フィジーの人々は物質的な豊かさが少なくても心の満足感や人とのつながりによって十分に幸せを感じることができるのです。この心の豊かさを追求する考え方は、私たちが普段持っている成功の概念とは大きく異なります。私たちは何かを成し遂げたり、物質的に豊かになることが幸せの条件だと考えることが多いですが、フィジーではそのような成功にとらわれることなく、心の平穏や人とのつながりを大切にすることで、幸せを感じることができるというのです。著者はフィジーのこの価値観を学ぶことで、私たちももっとシンプルで心豊かな生活を送ることができると述べています。物質的な成功や競争にとらわれることなく、日常の中にある小さな喜びを見つけ、他者との協力を大切にしながら、今という瞬間を楽しむことが、私たちにとっても非常に重要な教訓となるでしょう。まとめると、フィジーの人々の非常識な幸福論は、私たちが普段考える成功や幸せとは異なる視点を提供してくれます。物質的な豊かさや競争ではなく、人間関係や自然とのつながりを大切にし、今という瞬間を楽しむことで、真の幸福を手に入れることができるというメッセージが、この本の中で強調されています。この本を通じて、私たちはフィジーの人々の生き方から多くのことを学ぶことができます。特にストレス社会に生きる現代人にとって、フィジーの人々の価値観は、心の安らぎと幸福感を得るための大きなヒントとなるでしょう。もし、この本に興味を持たれた方は、ぜひ手に取って読んでみてください。フィジーの非常識な幸福論があなたの人生観を変えるきっかけになるかもしれません。下のリンクから本を購入できますので、ぜひチェックしてみてください。次回の動画もお楽しみに。